皆さん久しぶり。だいぶお久しぶりです。YouTube だいぶ久しぶりですね。1日ぶりかな。むちゃくちゃ久しぶりで、今日もちょっと話していきたいと思います。今日ね、テーマはメンタルヘルスってことで、メンタルヘルス。メンタルヘルスですね。いわゆる心の健康みたいな感じですけど、で、これアメリカとか欧米でね、発達されているところで、日本ではあまりそのメジャーじゃないというか、ようやくそのカウンセリングとか、日本でも行われるようになりましたけど、でもやっぱりそのアメリカほどね、メジャーじゃないと。で、これの厄介なところは、やっぱりその目に見えないっていうところだと思っていて、で、やっぱりその普通の怪我っていうのは、外から見て血が出ていたりとか関節曲がっていたりと折れたりとかなんかその出ますよね、痛みとかね。でもそういうのがメンタルヘルスはね出ないんですよ。それが一つ厄介なところ。見えないと。相手にも見えないし自分でも見えない。だからその自分で何かその気づいて対処するっていうことが遅れたりとかで、気づいた時にはみんなうつ病になってたりとか、そういう感じなんですよね。だからその見えないっていうのが厄介だと。で、それをこう対処するために自分がどういうふうなことをやってるかっていうこととか自分の考えをね、ちょっと今日は述べていきたいと思います。で、あと皆さんからもちょっと質問をねインスタの方で募集したので、それに対するちょっと回答とかも踏まえて、後半はやっていきたいかなと思いますね。で、今日もねちょっとダラダラとやっていきます。で、もう多分1時間ぐらいもしかしたらなるかもしれない。もう最長になるかもしれないけど、でもなんか僕結構長いのが好きで、でこれ自分がその見てるチャンネルっていうか、クリエイターの語りみたいな、長いのが好きだったりするっていうのもあるんですけど、もうとにかく、長ければ長いほどいいみたいなのが僕の中にあって、でもちろんでもどうしてもその消費っていうかね、動画っていうのは、ちょっと隙間時間にサクッと見たいとか、お前こう長い喋りをごちゃごちゃやってんじゃねえよみたいな文句とかもよくね、来るんですよ。そういうコメントもね。でもそういうのを含めてやっぱりその誹謗中傷みたいなところとかも関わってくるから、でちょっとね今日ねちょうどいいタイミングでアンケートの依頼がねある大学から届いていて、で、ちょっとミーティングにちょっと僕参加する時間が今ちょっと忙しくてないんですよ。こうやって YouTube ばっか撮っててお前暇だろって思われてるかもしれないんですけど、本当忙しくて、もう自分の本の執筆してたりとかで、自分の会社もやってるんでそっちのドライブやってたりとか、でその対応だったりで、あとギターも弾かなきゃいけないし、でランニング、ヨガ、瞑想ね、これだけでも朝もう3時間とか4時間とか使っちゃってて、でほとんど時間がないんですよ。で、今日ちょっとアンケートに公開、収録みたいな感じでそのアンケートいただいているので、それに対してね、答えていきたいと思います。ここで。はい。でやっぱりいろんなね大学とか機関とか、あとはその個人の研究者とかから、よくそのミニマリストの研究やってる学生とかからねたまにメッセージいただいたりもするんですよね。で今回結構久々に来たなって感じなんですけど、なんかやっぱり問題としてはそのデジタル社会における誹謗中傷とか、そういうものの現状の把握だったり、あとは改善提案をしていくっていう、こういうところをやっている研究室でですね、同じような悩みを抱える配信者を一人でも救いたいという思いがあると。でその気持ちはね僕もね一緒なんですよ。だから結構同じ方向を向いてるなと思ってて、で僕もやっぱりその自分がこういうクリエイティブの活動をしていて、クリエイターとしてっていうのかな、本当にいろんなことをやってて、自分自身が何やってるか分かんないような、お前誰だ時丸田中だって感じなんですけど、だからでもやっぱりこう若手でね僕を見てくれて、で10代とか20代で、時丸さんにインスパイアを受けて発信始めましたとかって言ってくれる方もちょっと増えたりしてて、でそういう声聞くと本当に嬉しいんですよね。なんか僕もこれまでそのずっと10代から20代にかけていろんなクリエイターの方々を見てきて、でそういう風になりたいなとか思って活動してきたんですけど、今は自分がそういうね誰かに対してそういう影響を少しでも与えられているっていうのが、なんかそういう言ってくれる人がたまにいて、本当に嬉しいんですけど、でも同じようにやってて、多分なんかやっぱSNS をどうしても使わざるを得ないと思うんですよね、現代のクリエイターは。どんなクリエイターであってもですね、それはね音楽家でも写真家でも舞踏家でも、やっぱり自分の何かを発信する、伝えるっていうところでインターネット上の活動がフィジカルと合わせて必要になっている時代だと思います。だから本当にもう身体的なものというか、SNS をエンターテインメントと切り離して完全に考えることもできるんだけども、
そうはいかなくなってる実態があって、で、それはまあ実体経済に SNS がもう含まれてしまっているからなんですよね。もうそれがもう一つのその自分とかその世界の収益のシステムに組み込まれてしまっていると。で、昔はね、それがなかったんですよ。僕はだからインターネットを始めた90年代とかは、本当にまあただの通信手段で、ニッチで面白い人たちが掲示板に何かを書き込むみたいな、そんな静かな場所だったわけですけど、まあそれはそれでね、そのまあ裏のね、なんかいろいろ裏があったわけですけど、でもまあ今の現状に比べたらまだマシだったみたいな感覚があって、まあちょっとね、前置き長くなってるんですけど、まあそんな感じで、どうしてもその SNS を使わざるを得ないような状況になっていると。そんな中で、まあ、自分がどういうふうに考えているのかについて、話していきたいなと思いますね。で、まずね、そのアンケートにちょっと答えていこうかなと思います。で、まずね、その時丸田中にアンケートを依頼するっていうのがちょっとね、どうかなと思います。で、僕はやっぱりその、おかしいから、頭が。まずそこをその前提としてね、普通の人じゃないんですよ、僕はね。もう変態というか、もう変態って言われてずっと育ってきた、やつなんで、で、もうそれも何十年もやってきた男です。だから、まずはね、その前提をちょっと皆さんに共有しておきたくて、まあその、普通じゃないと。この普通じゃない何もない部屋で暮らしている独身アラフォー。で、何も持たずにね、もう東京に隠居して、都市に隠居しながら瞑想をして、で、株を買って、で、YouTube で喋り続けて、で、文章を書き続けて、毎週1回ニュースレターを配信して、で、もう世界からもう降りようとしていると。もうほぼもう世界から降りてるみたいな感じなんで、あんまりね、その参考にならないとか、他のクリエイター、だからクリエイターとも言えないですね。僕は多分言えないと思ってて、アーティストとかクリエイターとかいろんな呼ばれ方されることはありますけど、自分自身はね、それについてあんまりこう考えてないんですよ、深く、正直。はい、アンケートに答えていきます。その後ちょっとインスタグラムのね、皆さんのコメントにね、ちょっと答えていきたいと思いますね。SNS での活動とリスクマネジメントに関する実態調査っていうね、そういうタイトルですね。はい。で、あなたの性別を教えてください。男性です。はい。あなたの年代を教えてください。40代です。はい。投稿しているプラットフォームをすべて教えてください。YouTube、Instagram、X、そしてその他ですね。で、僕はコアというメンバーシップをやっていて、で、それ自分でもうプラットフォームを構築していて、で、そこがもう自分のメインです。はい。だからYouTube は、ちょっとサブ的なって言ったらあれですけど、実はその、コアというメンバーシップがメインで、で、あとはそのサブスタックね、のニュースレターで、そのコアの、記事の一部を配信していたりとか、あとは自分自身の最新情報とか、新しく発売したプロダクトだったり、本だったり、なんかそういうニュースを届けるようなところをサブスタックで持っているって感じです。だからそんな感じかな。だからもうほぼほぼやってますね。で、TikTok っていうのが一つこの選択肢の中にあるんですけど、TikTok も一時期やってましたね。一時期やってた。で、あとそのブルースカイとか、ああいうなんかツイッターみたいなものもやってたし、で、スレッズですね。インスタグラムと、今並行してあるようなスレッズとかもやってた時代もあります。あとは、SNS の走りといえば Facebook でしょうけど、それもやってました。過去には。でもそれを全て減らして、今YouTube、Instagram、X も一時期1年ぐらいやめてたけど、元に戻して。で、それは結局、自分が発信の仕事をしている、発信が仕事の一部になっているっていうところが、戻した理由ではあるんですけど、そういうところですね。はい。あなたが活動しているプラットフォームの中でアンチコメントが一番多いものは何ですかってことで、で、これね、結構難しいんですけど、アンチコメントはないと言ったら嘘ですけど、多分一番そのコメント書きやすかったりするのが、インスタじゃない、YouTube か。YouTube なんで、多分ね、一番多いのは YouTube かなと思いますね。はい。そんな感じ。で、5番目ね。メインで活動しているプラットフォームでなぜ活動しているのでしょうか。複数選択可能というね、ものなんですけど、一つ収益を得るため、これは当てはまります。本業への集客、知名度のため、これも当てはまります。好きなことを発信したいから、これも当てはまります。多くの人に見てもらいたい、影響を与えたいから、これも当てはまります。視聴者とのつながりを感じたいから、これも当てはまります。で、だから全部当てはまるってことにしたんですけど、で、もう一つその他っていうところに一つ僕はチェックを入れて、生存確認、そして自分の記録。はい、これですね。
それが実は自分の一番メインに置いているところで、だからなんか、このね、その全て今こう書いてるその収益とか、知名度とか、あとはその自分の好きなことだけを発信するとか、あと多くの人に見てもらいたいとか、信頼を得たいとか、そういうのを軸にすると逆に失敗するんじゃないかなと思ってるんですよ。だからそういうのに軸を置きすぎるから、みんなその SNS で疲弊するんじゃないかなと思っていて、だからこれちょっと後々僕が話すその対策の、一つのヒントになるとこかなと思っていますね。だから僕はその別にそういうところがメインではなくて、自分自身の生存確認、これを見ているね、田舎の母とか父が、こいつまだ生きてるなっていうのをね、感じてもらうところだったりとか、あとはちょっと疎遠になった友達に、こいつまだ生きてるなってことを感じてもらったりとか、で、あとは自分自身が生きてるなってことを確認する。だから僕も結構今もう亡霊の状態っていう可能性もあるんで、これは十分に。だから、時丸田中が自分で撮ったものを編集して、で、僕はようやく自分の YouTube にアップして自分のオンエアを見るわけですよ。そして、こいつまだ生きてるな。OK、まだいけるっていうね。そんな感じですね。だからその確認の意味もあるって感じです。はい、あなたの現在のチャンネル登録者数、今 3.7 万人ぐらいですかね、YouTube はね。だから1万以上5万人未満に入ります。はい。あなたの視聴者で最も多い年代はどの年代ですか？これはね、プラットフォームによって異なるんだけど、今ね、実は25歳から34歳の幅が30% ぐらい。で、35歳から44歳の幅も同じくらいで 30% ぐらいになってます。で、これ結構不思議で、なんかやり始めた時はですね、僕YouTube は2020年、21年とかだったかな。コロナ禍の時期だったと思うんですけど、最初はやっぱり自分の近い世代が多かったんですよ。35後半みたいな感じだったんですけど、最近ね、20から30代の方がちょっと増えてて、で、今だいたい同じくらいの比率に20代、30代、そして40代中盤ぐらいまでがなってますね。結構不思議。で、多分ね、10代はそんなにいないんですよ。なんか無理やりお母さんに見せられている小学生みたいな人たちはいるかもしれないんですけど、で、ほとんどいないと思う、10代は。活動期間のキャリアを教えてくださいということで、これは10年以上ですね、活動期間っていうのは。で、活動期間っていうのは僕的にはいわゆる生まれてからもずっと活動してるような感じなんで、もう0歳からもう時丸田中として生まれてるって、もうそこからほらもう芸名つけてるでしょ。芸名というか本名なんですけど、だから活動期間はね、もうね40年でね、だからそういう意味ではね、10年以上です、当然。はい。あなたにとって現在の活動の比重はどの程度ですか？で、これ3つ選択肢があって、完全な趣味か、あるいは兼業、副業、活動は生活の一部であるっていうところか、もう一つは専業、活動がメインの収入源であるっていうね。これね、ちょっとね、難しいんですけど、YouTube に限って言えば、兼業、副業ですかね。活動は生活の一部になってるって感じですね。完全に趣味っていう言い方もできるんですけどね。これは過去の僕の動画っていうか、その配信とか収益ベース、収益の考え方みたいな動画を見てもらえれば、少し話してるんで、そんな感じです。はい。なんで、いろいろやってるって感じですね。だから自分がいろいろやりすぎて、何をやってる人がわからないみたいなね、感じですね。あなたは事務所に所属していますかってことで、これ大手か、あるいは中小事務所、あるいは所属してないってことなんですけど、所属してないです。はい。ただ自分で会社を作って自分がそこに役員として今いるので、そういう意味では自分の会社に所属してるってことも言えますね。だからもう結構不思議ですよね、その辺はね。はい。あなたにとって最も近いものを以下から選んでください。一つ、VTuber。一つ、TikToker。一つ、YouTuber。もう一つ、インスタグラマー。でね、僕はね、これ最も近いものを選んでくださいで、その他をつけましたね。で、その他にチェックを入れて、そこに、時丸田中って、書きました。はい。だからVTuber でもないし、YouTuber でもないし、だからYouTuber って思ってる人が結構いるんですけど、僕全然 YouTuber だと思ってなくて、YouTuber っていうのは多分ね、登録者が20万人以上ないと YouTuber と言えないんじゃないかなと思ってます。だからそれくらいシビアな世界で、だからなんか僕程度でっていうか、YouTuber とか名乗るの失礼だと思ってますね。
だからそういうもう本気で、YouTuber でやってる人はもっとすごいし、もっとすごい努力をしているし、そんなに甘くない世界を渡り歩いてるんで。だから僕はまあただの時丸田中ってね、まあ一番近いものは。で、昔は多分まあ、フォトグラファーっていう名前が一番近かったのかもしれないですけど、今はほとんど写真もね、フェードアウトして、ほとんど撮ってないんで、それ撮るものかなり絞ってるんで、だからフォトグラファーとも言えないと。だからまあ、時丸田中としかもう言いようがない。言いようがない、これはね。はい、続いて、次のブロックね。普段の活動スタイル、コンテンツの性質を見極めるってことで、動画の配信において、あなた自身の顔とか容姿をどの程度見せているか。で、これはね、まあ、全部見せてるね。で、見せてる程度が、まあ、一番最大のものが 4点で、顔とか容姿が映えるように化粧や服装を工夫しているってあるんですけど、で、まあ、僕はまあ化粧してないんで、まあ3でしょうね。まあ全部見せてるっていう感じでしょうね。はい。で、普段の活動スタイル、まあ、次の質問で、プライベートな生活がわかる情報をどの程度投稿していますか。で、これはね、もう生活空間の多くを出してますってね、まあその4番に入るかなと思いますね。まあ大体ルームツアーやってるからね、まあこれまあ全部出してるものでしょ。ルームツアーやってるのは。だからまあ大体そのミニマリストの人たちはさ、もうルームツアーやってるから、もう全部出してるにこれは当てはまるよね。はい、続いて、あなた自身が生活する場所や環境を伝える情報をどの程度出しているか。で、これはね、僕は多分全く出してないと思います。まあ、ちょっとね、いろいろ外行ったり散歩したりしてるけど、それは違う世界を歩いてる可能性もあるし、この世じゃない可能性もある。あるいは全部 CG とか AI で構成してる可能性もあります。はい。だからその辺は、かなりね、まあ、僕もそういうところを作ってるクリエイターなんで、虚構を作ってますよね。だからね。虚構クリエイター。そんな感じ。トレンドや特定の出来事に対して好き嫌いや反省反対などを動画内でどれくらい発言しているか。これはね、ある程度発言してると思いますね。自分が好きとか嫌いは。ただまあそのトレンドについてあまり語るってことがないので、だからそういう意味ではちょっと怪しいかなって感じがしますね。で、特定の個人の発言や行動をあえて取り上げて批判とか批評、ツッコミをすることはあるか。これもね、ほとんどないね。まあ、あるとすれば、ヤッホーみんな息してる、息しかしてない時もあるです。これはまあ、テンチムさんの言葉ですよね。テンチムさんへのリスペクトが入ってるんで、まあ、これはまあ、それを取り上げてどうこうっていうわけではなくて、テンチムさんへのオマージュだったりとか、あとは、トキリンチャンネルさあ始まるよっていうね、これも結構ね、よく言うんですけども、これはまあ、エミリンさんですね。もうちょっと名前言っちゃうと、今初めて言葉に出しましたけど、あまりね、ちょっと出すとね、ちょっと大物すぎて、おこがましいので、あまり出せないんですけど、まあ、いつかコラボお願いいたしますってことで、はい、一応言っときますね。はい、続いて、あえてトゲのある表現、少し過激な企画や毒舌といったエッジの効いた演出を取り入れていますかってことで。これはね、まあ過激でしょうね、僕は。過激派。だってもう自分でエクストリームミニマリストって名乗ってたぐらいだから、もうだってエクストリームが過激っていう意味だからね、ある意味ね。だからまあエッジは効いてるとは思いますよ。で、そのエッジが嫌いでね、僕のチャンネル見ない人もたくさんいるんで、あんなもの持ってないやつとかのことをちょっと信じられないっていうね、感じですよね。だからね。はい、視聴者からの要望よりもあなたが大切にする価値観を重視しますか。これは当然4番。よくしてますっていうか。そこはもう前提ですね。だから視聴者からの要望を聞くっていう意味がわかんないというか、だからその結構僕に対していろんなコメント来るんですけど、こうした方がいいですよとか、こうしてくださいとか、なんであなたに言われなきゃいけないんですかっていうか、で、勝手にやってくださいよっていうか、自分でやりなよってしか思わないんですよ、僕は。だから僕はその自分のチャンネルで、自分が大切にする価値観を発信するのが当然だと思っているんで、迎合もしないし、要望も全部聞き入れようとは全く思わないですね。もちろんそのありがたいコメントとかね、してくれる方とか、すごいヒントになるコメントしてくださる方はたまにいますよ。はい、動画のコメント欄などはオンラインでの交流の場で視聴者に対して積極的に返信反応をしていますか。で、これは、一部のみ返信反応ですね。ほとんど反応はしてないけど、たまに気分で返信したりとか、で、時間がある時とか、あとはそのラジオでね、毎回質問回答してるんで、その時にコメント読んだりとかね、面白いのがあったら
取り上げたりとか、ちょっと返信したりとか、ハートマークつけたりはしてます。でもほとんど見てないですね。見てないパターンの方が多いですね、僕はね。ただ目はちょっと軽くは通してるって感じです。次の質問。視聴者に親密さを抱かせるような言葉遣いや演出を取り入れていますかっていうね。これはね、限定的瞬間的にしているっていうところが僕に当てはまるところかなとは思うんですけど、トキマリストとかね、でもこれ僕が言ってるわけではなくて結構皆さんの方から、みんながつけてくれるから僕もそれで、トキマリストっていいなって思ったりとかね、してるんで、なんか、あえてその自分でそれを作ってつけてるって感じはなんかそんなにないんですよね。はい、22番。視聴者に見せているネット上の自分と本来の自分、素の自分には大きな違いをつけていますかってことで。これはね、あんまりつけてないかな。だいたい、こんな感じですけど、でもリアルはね、もっとね、悪いと思います。僕はちょっと言葉とかも悪いし、だから結構マイルドなんじゃないかなと思いますね。YouTube で見せてる自分はね。でもでもなんか割とそのナチュラルっていうか、こんだけ無編集でやってるから、編集のしようもないし、自分のままの、ありのままの感じは、出てるとは思うんだけども、けどもって感じで、なんかやっぱり今の感じとかね、やっぱりなんか演技派じゃないですけど、どうしてもエンターテイナーとしての血が騒ぐときはありますよね、やっぱね。これは本当に。続いて、チャンネルの収益化を重視した発言を行ってますか？投げ銭とかスパチャの呼びかけみたいなメンバーシップの案内など。これはね、たまに行ってますね。でもそのスパチャ投げてくださいとかは全然言ったことなくて。で、メンバーシップの案内をしています。で、コアメンバーシップ、月々1980円でやってますので、これはぜひご加入をお願いします。はい。こちらで、結構盛り上がってきてますね、最近ね。1年ちょっとくらい経ってね、盛り上がる。これはいつも、動画の終わりとかで、ぜひ入ってくださいってことは言ってますよね。あなたが投稿している動画で、活動している異性の方とのコラボレーションはどの程度行っているか。異性とコラボレーションしたこと多分ないよね。だからコラボの数自体がまず少ないから。言っちゃうともうたけるさんと、あとはもうパクさんですよね。この間やった韓国のトップミニマリストぐらいですよね。でも二人ともおそらく男性なんで、女性は、ないかな。もし女性の方で、コラボしてくれる方がいたら、ぜひよろしくお願いします。一応ここで言っときます。はい。でもこの質問がね、どういうふうにこの結果として聞いてくるのかがね、ちょっとね、わかんないですね。だからその異性とコラボすることがどういうことに関係してるのかとか、なんか多分そういうところを、なんか相関関係みたいなものを取りたいんでしょうね、これね。続いて活動を続ける中で過去と比べて何か変化をつけてきた、何か変化をさせてきた、あるいは変化させつつありますか？動画の内容、自分のキャラクターなど。これはね、自分で変化つけようと思った意識はそんなにないですけど、活動する中ではそれは変わるよね。当然、過去と比べて。何年もやってれば、自分が年を取って、自分がやることも変わって、趣味も変わって、体型も変わってとか、なんかそういうのがあるんで、あと髪型も変わりますよね。だからね。だから変化は、常にあるんでしょうか。あるんじゃないでしょうか。むしろその変わらないものなんてないというか、諸行無常ですよね。だからね、本当にもう常に変わってると思います。この一刻一秒ね。続いて、アンチコメントの質についてということで、あなたの見た目や使用しているアバターのデザインなど外見に対するコメントありましたかということで、これは当然ありますね。ある。続いて、あなたの人間性に対するコメントはありましたか？これもあるよ。性格悪そうだ、嘘つきだ、人として最低。それあるよね。人間性に関するね。で、あなたの活動のクオリティに対するコメントはありましたか？これもあるね。当然ある。話が長すぎるとか、全然まとまってないとか。そりゃそうだよね。長く喋ろうとしてるし、まとめようとしてないからね。当然ですよ、そこはね。でもいろんなクオリティについてはね、やっぱり言われたこともあるし、あとはその次の質問。あなたの言動に対して社会的なモラルやマナー違反などを注意してくるようなコメントはありましたか？これもあるね。
ある。まあ、いわゆるまあ、ミニマリストで言えばまあ、その物を買わないことが、経済を停滞させているんだとかね、なんかそういうことだったりもしますよね、多分ね。うん。まあでもまあ、他にもまあいろいろありますよ。だから僕はそのミニマリストとしてだけじゃないんでね、活動してきたのね、カメラマンとか、あとはブロガーとか、そういうことをやってきたんで、あとはまあ音楽もその前はやってたから、まあいろんなマナー違反についての注意とか、注意みたいなものとか当然あります。はい。あなたの成功、人気に対する嫉妬が感じられるコメントはありましたか？まあこれもあるでしょうね、嫉妬もね。てかまああらゆる、邪悪なコメントっていうのは、まあ全部嫉妬から来るんじゃないかなと思っていて。そう。だから、いわゆるその自分自身に対する裏返しなんですよ。その悪口とかコメントっていうのは。だからその自分が、ないものを相手が持っているとそれについて、妬んだり恨んだりとかするっていうのが人間の感情で。だからかなりまあ欲望と深いところに、これはね、関係してるんですよね。そう。だからウォーレン・バフェットの言葉でもありますけど、その世界を動かしているのは欲望ではなくて、実はその嫉妬であるっていう。これがね、ほんと一つあるんですよ。だから欲っていうのはそんなに悪いことじゃなくて、まあそれはその自分自身が何かを頑張るとか達成しようとか、何かを手に入れるために、もうちょっと稼ごうとか、そういう欲はね、いい方向に行く場合もあります。ただその嫉妬っていうのは本当にね、いいことないんですよ。でもその世界はその嫉妬によって動かされてるんですよ。でも嫉妬があるから経済が回るんですよ。だからアンチコメントはその嫉妬が、表に表出しているっていう状況だと見ていますね。そんな感じ。同一人物だと思われる人からの批判的なコメントが続いた経験はありますか？これもある。で、当然ブロックだし、で、そういうこうゴミみたいなコメントとかは、そういうのが湧くとね、治安が悪くなるんですよ。で、人間って、これもまあ人間的な性質なんですけど、誰かをいじめたり叩いたりした時に、それを見た時に同調圧力みたいなのがかかって、誰かが叩いてるんだったら自分も叩いていいやって思うんですよね。で、これは集団で暮らしてきた生存本能みたいなところもあって、だから部族とか、その民族が生き残るためには、その集団の、同調のこうリズムみたいなものを一緒にこう持っておかなきゃいけないんですよね。これも遺伝子レベルで。だから誰かが攻撃して叩いた時に弱った隙を見てみんなで叩くっていうのは、これはその一気にその人とか民族とか種族を絶滅させるための強力なね、エネルギーなんですよ。そういうものがね、今もね、そういう今のインターネット社会で、その部族間の闘争とか、まあもちろんありますけど、昔ほどはなくなっていますけど、でもそういうものがまだ残っているってことです。だから同一人物の危険コメントとかも当然ブロックだし、あとはまあその今 YouTube でかなりフィルタリングされるようになってるんで、YouTube でかなりそのフィルターが強くなってるから、そういうの出てきた時にもう見えないようになってますね。だから自分のとこまで届かない状況で、もう YouTube でフィルタリングされて、もうコメントは見れない。その人はいくらコメントしても見れないような状況ができるようになってます。だから結構まあこれ危険でもあって、だからその、本当はいい人っていうか、本当はいい人がちょっと何か言葉尻を間違えただけで、それが YouTube のフィルターに引っかかって、読めなくなる。もう一生ネット上に自分が出なくなるってことになるんでね。ちょっとね、それもどうかとは思うんですけど。かつての動画に戻ることを期待する、あるいは戻るように促すコメントはあったかと。即すコメントはあったかと。まあこれよくあるよね。昔の例えば動画スタイルの方が良かったですとか、前の編集の方が良かったですみたいなことをね、言われてる人多いと思いますけど。僕もあるっちゃあるけど、でもそんなにないかな。でも、ほとんどだって変わってないもんね。こんなにもう長い話をずっとするようなチャンネルなんで。だから、最初の頃はVlog とか、なんか本当にこう編集してジェットカットみたいなことやってた時期もありましたけど、今ね、この長い喋りで、でもよくみんなついてきてくれるなと思って嬉しいです、本当に。なんかそういうところがね、やっぱ自分が好きなスタイルっていうか、そこについてきて、それをちゃんと読み解ける、そのコンテクストを読んでくれるみんながいるから、僕は生きてるんですよね。だからそのスタイルっていうか、そのスタイルなんか昔に戻れとかみたいなものはそんなにだからないかな。そういう例で言うとね。
うん。過去に熱心なファンであったであろう人からアンチコメントはありましたかってことで。これもね、わかんないね、自分では。そこまで見てないから。その過去にめちゃくちゃ熱心でその人がアンチになったみたいな瞬間を捉えるほど僕は見てないってことです。はい。コメントとかに注力してないってこと、まず。だからわかんないですね。動画の発言や行動の一部が切り取られ、嘘のストーリーを捏造されて批判されたことはあるか。これはね、ないですね。基本的に切り取りはNG にしてるんで、はい、それはないです。一時的な炎上により大量の批判が押し寄せたことがありますか？これはありますよ、当然。何年前かな ?10 年前とかにも1回あったし。で、直近だと5、6年ぐらい前に1回あったかな。なんか記憶にあるのは、いわゆる炎上みたいな感じね。当然ありますね、そういうのね。でも僕はそもそもそんなにフォロワーがいるわけじゃないんで、フォロワーとか登録者が多い、何十万人とかいるようなインフルエンサーではないんで、そこまで大きくないんですけどね、結局ね。あなたが怒ったり、困ったり、コメント欄が荒れたりする反応を見て楽しんでいると感じるコメントはありましたか？これもあったでしょうね。覚えてはいないけど、いちいち。でもさっき言ったように、誰かが何か怒ったり、怒ったりしてるとこ、批判したりしてるとこに、便乗するっていうのはね、当然あるんで。だから、治安をやっぱり維持しなきゃいけないっていうのは、一つ、プラットフォームというか発信者の、に必要なことではあるかなとは思うんですけど、でもなんかそればっかりをやるのもねって思うんですよね。死ね、消えろなどの暴力的なアンチコメントはありましたか？これ当然ある。死ね、消えろあるでしょう。あと、黙れとかね。黙れ。喋るな。帰れ。ひどいよ。本当に。よく言えるなって思うんだよね。なんか自分のなんか動画を見て、本当に通りすがりでいきなり暴力してくるみたいな感じですよね。だからこれ本当にインターネットの気味悪いところで、こういう人って多分現実にもそういうことをする可能性があるんじゃないかなと思ってて、普通に道歩いてて、いきなりパンチをかましてくるみたいな、いきなり暴力を仕掛けてくるような。なんかそういうのはね、結構ね、ありますね。自身のコメント欄にとどまらず、第三者のまとめサイト、暴露切り抜き等に掲載されたことがありますか？これもわかんないですね。見てないです。されたりしてるんでしょうけど、もしかしたら。続いて、広告主、所属事務所、コラボ相手などに対して活動を妨害するような嫌がらせコメントはありましたかってことでね。これはないね。スポンサーとかコラボ相手に対しては、ないと思います。はい。長いね、結構ね。続いて、アンチコメントの影響についてで、アンチコメントによって動画の投稿頻度や配信の回数を一時的に減らした経験はありますか？これないです。はい、ない。アンチコメントが来たように本来やりたかった企画や表現を抑えた経験はありますか？これもないです。ない。全く抑えることがない。アンチコメントによって傷ついた経験はありますか？これもないですね。イラッとはしますけど。アンチコメントについて怒りを感じた経験はありますか？これはだから当然あります。はい。だから怒りを感じるっていうのは自分自身の何かに触れてるんでしょうけど、だからそれはね、ヨガ的にはね、やっぱり、ヨギ的にはそこで怒って反応をするのは NG なんで、ヨガを実践し始めてからそういうことはなくなりましたけど、でもヨガ始める前なんかはね、結構言い返したりとかね、してましたね。でも本当にイラついた時はそれをやることも多分あるでしょうし。アンチコメントによって他人を信じられなくなったことはありますか？これはね、ないです。はい。だから他人を信じられなくなって、その他人を信じるか信じられないかっていうのは、そのアンチコメントとは全く関係がないってこと。そう思ってます。僕の中では。切り離してる。アンチコメントの反応により、体調面に影響があった経験はありますか？例えば、睡眠リズムが乱れるとか、動悸がするとか、気分が落ち込むとか。これもね、思い出す限りはないですね。でも無意識にでもその当時はもしかしたら受けてたのかもしれないね。なんかそのイライラするっていうのは結局そのストレスによって寝れなくなったりとか、することでもあるんで、あったかもしれないけど、あまり思い出せないって感じです。続いて、あなたがこれまで活動の中でアンチコメントによって精神的ダメージを受けたのはいつですかってことで。で、これはね、選ぶのが選択肢が YouTube を始めたばかりの初期か中期か最近かダメージを受けてないっていうのがあるんですけど、
受けてないってことになるでしょうね。なんとなく、なんか嫌だなってのはあったけど、別にそのダメージを受けたっていう経験をそんなにしてないって感じで、4番です。はい。はい、以上か。はい。以上、終わりました。一応これでね、ヒアリングすべて完了っていうことで、僕の回答は、さっき述べた感じです。で、ちょっとだいぶね、長くなってるよね。まだいけるかな。35分。これちょっと長すぎるな。今ね、そういうふうに、SNS に対する誹謗中傷みたいなものに対する、アンケートを元に考えてきたわけですけど、いわゆるそれによってそのメンタルヘルスがやっぱりやられるっていうのは、一つは、どうしてもぐさっとね、来るような状況を作ってしまってるからなんじゃないかなっていうのがあって、で、やっぱりコメントを見すぎるとか、なんかそういうのもそうだし、で、それが届くような仕組みにしているとか、なんかそういう状況を自分で作り出してるんじゃないかなと思うんですよ。で、あとはもともとね、それに対して弱い人も当然いるんで、だからなんか、向いてない人はね、あんまやらない方がいいんじゃないかなって思います、正直。だから、SNS はだから僕基本的に全て見ないっていうか、なるべく使用を少なくしてるって話、これいつもね、デジタルミニマリズムだったりとかの話でしてますけど、それはね、もうずっと自分の中のテーマっていうかテーゼみたいな感じであるんですよ。だからそれをずっと貫いてるっていうか、だから投稿するときも投稿をして、他の人の投稿は見ないっていう。それと同じで、自分自身が活動するために使ってはいるけど、あまりコメントなんかを見ないっていうところ、が大事で。で、だからやっぱりその時間をうまく使うっていうことと、で、あとは体を動かす外に出るっていうのはこれも基本的なところで、で、ディスプレイの見過ぎとかね、やっぱそういうのが結局精神、メンタルヘルスをダメにしてしまうんですよ。だから、そのメンテナンスが必要で、で、心っていうのは、結局体によって引っ張られるようなところがあるので、片方だけでは機能しないと。で、体を丈夫に保つっていうか、体調を良くすることによってメンタルも必ず向上すると。外を歩く、ヨガをする、走る、山の中に入る、自然の中に入る、深呼吸をする、水をたくさん飲む。そんな感じで、やっぱり保つことができる。だから、なんか病んできたなっていう時には、そこから離れて、違う活動をする、体を動かすっていうのがもう大事ですね。はい。で、そこでもうドラッグとかアルコールとかそういうものに頼るのは本当にナンセンスで、逆にバッドに入るっていうことがあるので、そこはなるべく避けて、やっぱり、ヘルシーな方向を目指していく。これも睡眠もそうです。大事です。で、デジタルからなるべく離れる。これが一番いいですね。で、あとは、やっぱフィジカルなっていうか、リアルな友達だったりとか、インターネット上の知り合いとかではなくてね、ちゃんと腹割って話せるような、友達とかとご飯に行って語るとかね。で、あとは旅に出るとかね。この間ラベルを剥がすっていうテーマで、自分のコアのメンバーシップで書いたんですけど、ニュースレターでもね、配信してますけど、やっぱり誰かに知られてる状態っていうのは結構監視社会みたいなところともつながってきて、で、権力論とも結びつくんですよ。知られれば知られるほど、その影響力とかが上がるっていうのはもちろんなんですけど、権力を引き渡していることにもなる。相手に情報を与えてるっていうことになるんで。だから、旅に出るっていうところ。で、誰もね、自分が知らないような街に行って、で、それは海外の街とかだとより効果的かもしれないですけど、そういうところに行って、少しでも、誰も知らない街で自分を裸にするっていうのかな、自然な自分の活動とか表現ができるようなところに身を置くっていうのは、一つね、回復の手がかりになりますね。そんな感じ。はい。ちょっと長々と喋ってきましたけど、今日ね、インスタグラムで、ちょっと質問募集してみたんですよ。メンタルヘルスっていうテーマで今日ね、動画作るから、質問とか相談ありますかって感じで、朝にね、お昼ぐらいかにあげたんで、そこでちょっと出てきてるコメント少し読みたいと思います。みんなありがとうね、送ってくれて。で、インスタグラムで、たまにやろうかなと思うんで、この企画もの。ちょっとインスタグラムも登録しといてください。
はい。ハラスメントの境界線は、こういう質問。これね、難しいね。コンテクスト、その置かれた文脈にもよるし、なんかこの間20代のね、若手のクリエイターのパーティーみたいなものにちょっと呼ばれて行ってきたんですよ。で、結構ね、その時ちょっと僕場違いすぎるなと思って20代前半だったんですよ、みんなね。で、結構十数人いて、クリエイターが。で、なんかそういう場所に行くとさ、そのもう自分の存在自体がハラスメントなんじゃないかなって思う時があるね。これ40とか50代のおっさんとかは結構そういう感じを感じたことあるんじゃないかなと思うんですよ。自分の存在がもうハラスメントなんじゃないかなってね。なんか特にその会社とかさ、そういう組織とかでは、なんかその若い社員とおっさんが喋るだけで何かちょっと間違えただけで全部ハラスメントにされるみたいな。なんかそういう恐怖がここ最近っていうか出てきてますよね。だからなんかそういう社会になってるから、何がハラスメントになるかっていうのはもう以前よりめちゃめちゃ厳しくなってて、で、しかもそれが何がそのこと線に触れるかっていうのは本当にその人によって違うから、これわかんないんですよね。境界線って。だから一つ言えるのはその相手が嫌なことをしないっていうことが境界線になると思いますけど、この答えで言えば。でもその相手にとって嫌なことっていうのが自分にとってはいいことである可能性もあるじゃないですか。だからそこをね、見極めは難しい。だから本当に慎重にコミュニケーションを取らなきゃいけないんだけども、でも慎重になりすぎると全然面白くなくなるんだよね。深いとこまでいけないから。やっぱその人間関係ってやっぱその深いとこで繋がって意気投合して深まっていくっていうのがあるんで、その表面だけでやっててもね、友達ってできないんですよ。本当の意味での友達は。でもそれでいいのかもしれないけど、そのハラスメントで訴えられるぐらいなら。嫌な世界だよね、本当ね。Can you interview female extreme minimalists, please? って、英語できてますけど。ね、female extreme minimalist 誰がいるかな。あんまりね、思いつく人がいないんですよ。で、ちょっとね、やっぱ女性と男性のミニマリズムって結構違うと思っていて、で、僕はそのエクストリームのスタイルで一番少ない時には42個とかの持ち物で暮らしてましたけど、なんか、女性のミニマリスト、確かにそのさっきもほら女性とコラボしたことありますかみたいな質問あったじゃないですか。だからなんかその女性のね、ミニマリスト、エクストリームミニマリストがいたら、確かにそのインタビューしてみたいんですけど、だからちょっとね、だからこのしてくださいっていうね、このこの方からのコメントなんですけど、いたらって感じで、なんかちょっと、私エクストリームミニマリストですっていう女性の方がいたら、ちょっと教えてください。街中で視聴者さんに声かけられたことはありますかってことで、これはね、ありますよ。ありますね。東京ね、いるんでね、あるんですけど、なるべく、僕、その女性とかといるときは、声かけないでくださいっていつも話をしてるんですけど、かけてもらっても別に何にもできないっていうところあるんで、一人とか、男性の友達とかといるときは別になんかいいですけど、でも声かけたとしても、わかんないね。ちょっと何したらいいかって感じなんで、でもありますね。声かけられたことね。ニュースは見ますか？悲しい事件を見ると気持ちが落ち込んでしまいます。時丸さんはどうですかということで、ニュースはね、ある程度見ますよ。ざっくり。世界のニュースだったり、地域だったり、地方だったりのニュース見ますけど、それで落ち込むことはね、そんなにないですね、僕はね。でもやっぱり一部、その感受性が豊かな人がいて、で、僕も結構その感情移入とかしやすいタイプで、で、暗い事件とか本当に辛くなりますね。だから、そこはね、無理しなくていいというか、受けすぎて、それしか考えられなくなって手がつかないみたいな状況になるとやっぱ困るんで、そうなるとやっぱりさっきも話したようにその身体性に戻るっていうか、自分の行いをやっていく。ニュースってのはあくまでその情報提供者がまとめて世界の情報を発信しているメディアなので、そこに惑わされるよりも自分の人生に集中した方がはるかにいいんですよ。だからそこを取り戻す鍵となるのがやっぱりマインドフルネスですよね。今を生きるっていう考え方。今を生きる、自分を生きるってこと。で、それが外に出ることでもあるかもしれないし、自然の中で、触れるってことでもあるかもしれない。だからそういうことをやりながら徐々にね、少しでも離れられるといいですよね。なくならないんで、どうやったっても悲しいニュースってなくならないと思うんで、
自己啓発本が好きでよく読むのですが、最近内容が心に響きません。そういう時の対策があれば教えてください。自己啓発の本で響かなければ読まなくていいと思います。てかもうほとんど自己啓発の本って僕は読まないんですよ。あまり意味がないものが多いから。もちろんそれが響くって時もあるし、あと本ってのは結構タイミングが大事で、その響くタイミングと響かないタイミングっていうのが自分の状態によって変わってきます。だから、もしこの方が自己啓発の本が今響かないっていうのであれば、自分はそれ以上にもしかしたらもうパワーアップしていて、で、その本が役に立っていないっていうことだと思うんで、もっとね、違う分野とか新しい本をね、読んだ方がいいと思いますね。だから別にその対策しようとしないっていうのかな。そういうのが大事だと思います。メンタルは、10と5のバランス、柔らかいと硬いのバランスが大事だと思っていて、時丸さんの意見を聞きたいです。ということで。これはね、同感ですね。確かにそのメンタルって言った時に、すごく抽象的で何か形がないように思えますけど、柔らかいと5の硬いっていうバランスを取っておくっていうのは、何か一つのその自分の考え方として一つのこうメンタルの、使い分けとしては機能するとは思います。だから柔らかくいく部分もあれば、でも固く守っておく部分もあるみたいなことだったり、あるいはその場面とかによって使い分ける。ここは自分は固くいった方がいいとか、あるいはここは柔らかくしておいた方がいいとか。でもなんか、優先度的には僕はその柔らかさが大事だと思っていて、それはヨガの教えから来ることでもあるんだけど、やっぱり、こう、何かを閉ざしていると、閉ざしていても自分は幸せになれないんですよね。で、柔らかくして開いておくと、それはもちろんその大変なこととか、強い言葉とか、嫌な批判とか、そういうものがぐさぐさ来ることにはなるかもしれないんだけど、相手の優しさとかね、愛とか、そういうものまでもガードしてしまうことになるんで、やっぱり柔らかく、自分が柔らかく自然体でいるっていうことが、クリエイティビティを高めることになるんじゃないかなと思っています。フォトグラファーになりたいです。しかしながら来年度から就職で進むのは金融です。マジでミスったっていうね。難しいね。でもね、諦めないでください。フォトグラファーになりたいのであれば、金融に入ったとしてもなれます。はい、僕がそうでしたから。だから僕もその間違ってね、営業に入って3ヶ月で辞めましたけど、広告代理店に入ってね、広告業界の、なんだこれはっていう、間違えたなって思いましたよ。でもね、見切り早いよ、本当に。もう3ヶ月で辞めて、そこからクリエイティブ、写真の道に行ってますから。でももちろん時間はかかりました。ストレートでね、芸大に行って、で、スタジオマン経て、22、3歳でもうみんなカメラマンデビューしてる人たちが周りにたくさんいる中で、僕はなんかスーツ着て、なんか固い会社に通って、慣れもしない営業なんかやって。でもそこからゼロからね、カメラマンとして活動してきて。でもだからこそ今自分はいると思っていて。だから最初からストレートでカメラマンに慣れていたら、多分ね、ずっと写真の仕事をやるだけで終わってたんじゃないかなと思うんですよね。だから逆に良かった。この YouTube でもしかしたら話してないかもしれない。そのままストレートでカメラマンになってたら。だから、この人にしかできない、この人にしか歩けない道があると思うんで、金融に行ってることは間違いではないですよ。間違いじゃない。それやりながら並行して写真の活動をやろうと思えばいくらでもできるんで。で、方向転換もいつでもできるんで、いくらでも。大丈夫です。そのミスをね、正解に変えていきましょう。クォーターライフクライシスに陥る理由と原因。これはね、クォーターライフクライシスっていうのは、つまり25歳とか、人生のクォーターね、4分の1の時期に起きるようなクライシス。で、僕はもうそのミッドエイジクライシスっていう、どちらかといえば40代過ぎてからのクライシスに、陥りつつある年代ではあるんですけど、このね、25歳から30歳にかけてっていうのは、いろんな理由とか原因があります。で、一つは、やっぱり自分がね、ある程度社会人になって、自由がちょっと効くようになってきたっていうタイミングで、ある程度自由になってきた中で、そこで自分がやってることに迷ったりとか、本当にこれでいいのかっていうタイミングが来ると。で、これね、やっぱりエネルギーがあるから、みんなね、迷ったりするんですよ。陥るんですよ、このクライシスに。エネルギーがあって、今自分はどこでも行ける、何にでもなれる、まだやれるっていう世代だから、ちょうど25歳って。
だから、そこでね、クライシスに陥るんですよね。で、あとはそのインターネットの比較とかね、そういうのも当然あります。だから25歳とかでみんな周りがキラキラしてるように見えるよね。だからそういうのを見て、自分はこれじゃダメだって言ってね、で、落ち込んだりするわけですよ。だからその辺がやっぱあるから、で、時間が解決してくれるっていうと、ちょっと寂しいように聞こえるんだけど、でも迷っていいし、で、挑戦したいことはどんどんしていっていいし、で、失敗しても大丈夫です。取り返せます。まだ25歳だったら。だから、ミッドエイジクライシスよりも、まだ、楽というか、夢と希望に溢れてる。だから、大丈夫。頑張って。この後、まだそのミッドエイジクライシスがもっとひどいやつ来るから。25歳とかから29歳、ちょうど分岐点でね、みんな転職だったりとか、次の職場だったりとか、新しい仕事だったりとか、いろいろ考えるんだけど、自分の人生の方向性を。で、それ乗り越えられたとしても、35過ぎたくらいからもう一回来るから。で、それはもっとひどいものになるから、だから、まだ大丈夫、25は。セルフケアについてどうお考えですか？どうかっていうと、大事だと思います。で、今回の話にこれもつながりますよね。で、結局はその、メンタルヘルスをよく保つためには、セルフケアが重要。で、そのセルフケアっていうのは本当に人によって違うし、だから本当になんて言うんだろう、柔らかいなんかスライムみたいな、なんて言うんだろう、もちもちしたものをやってるのだけで私は癒されますみたいな人もいるし、で、僕みたいにヨガとかランニングとか、登山とかそういうものをやりながら癒されながらね、そういう癒される習慣を持ちながら、やっていく人もいるから。だから本当にそれが、でもね、それを持っておくってのが大事。何か一つでもいいし、自分が好きなことでもいいし、何か自分が癒されるものでもいいし、なんかそういうものを持っておくってのが大事。で、持ってない人はそれをね、探すのも大事。だからどうしてもなんかその自分が本当にやりたい仕事とか、夢とか目標ばっかりを追いがちなんだけど、合わせて自分自身を癒すための活動とか、本当に好きなものとか、そういうものを持ってない人はね、やっぱり並行してね、そちらも探していくのが大事だと思いますね。続いて、パートナーにされて嫌だからやめてと言ったが、僕は気にならないと返された時の対策法。これ難しいね。パートナーにされて、嫌だからやめてと言ったけど、僕は気にならないと返されたと。これは、ちょっと彼が失礼だよね。で、多分本当にこの人が嫌だっていう気持ちがまだ伝わっていないと思うから、ちゃんと真剣に嫌ですって、もっと言った方がいいと思う。これは。で、ちゃんと話し合う。その内容がね、どういう内容かわからないから、これ以上は言えないけど、でも相手に言って、それを、いや、僕は全然気にならないけどって言って、いや、お前は気にならないけど、こっちは気になるんだよっていうね、ことで、それはもっとちゃんと、そこの怒っちゃいけないけど、その気持ちは、伝える必要があると思います。自炊をすると調理器具が増えて洗い物がしんどいです。調理するものを限定するべきでしょうか？これは僕の過去動画参照かな。自炊をすると調理器が増える。で、調理器具を増やさない自炊のテクニックがあるっていうこと。で、それを楽しんでいければ、調理器具を増やさなくても自炊ができます。はい。で、これ実際僕がやってることなんで、僕ができてることなんで、ただ、それには結構ね、エクストリームなちょっと変更が必要になったりしますね。毎日玄米と味噌汁と納豆で満足できる体を作れるのか。で、たまにサーモンとか鶏のささみ焼いて、そういうので我慢できるのか。いや、本当にそのスパゲッティを食べたいとかね、オムライスを食べたいとか、なんかそのためになんかいろいろ調理器具を買ってみたいなことになると大変なんだけども、それを全部外に預けて、自分ができる範囲で物を増やさずに自炊をしていくってことは可能です。はい。それを楽しみながら、もし探していけるといいんですけどね。自己開示をしすぎてしまうことが最近の悩みです。同じ体験はありますかっていうね。これは研究でも示されていて、自分の自己開示をすればするほど、メンタルヘルスが悪くなると。そういう研究があります、これは。
だからこれ自分自身を開示しすぎてしまうっていうのは、これ実はその自分自身の問題ではなくて SNS とかそのプラットフォーム上の罠でもあるんですよ。でこれやっぱりその開示すればするほどエンゲージメントが高くなったりとかリーチが上がったりするんですよね。で、これ発信してる人分かると思いますけど、やっぱりその素の自分を出していくとか本当の気持ち言った方がその発信が伸びるってことあるでしょ。それと一緒で、だから自己開示をしすぎた方が本当はね伸びやすいんですよ。ただそれをやりすぎると、その表で見えている自分とこの本当の自分っていうところがどんどん乖離していくような感覚があって、でそれによって疲れて疲弊するってことが起きます。だからこれを解消するためにはやっぱりね、ある程度の線引きをするってことなんだよね。だから時丸田中がこういうふうに時丸田中劇場を演じてるように、で私の生活が全てフィクションであり、で、私が話していることとか登場人物全てがフィクションであるような世界を作る。これがね、でもできるとできないという、これは私はその生まれ持ってのその、なんて言うんだろう、俳優というか、エンターテイナーであるし、だから、こうやって演じられてるんだけども、でもね、その境目というのは本当に自分で弾けるものではなくて、で、自分でもやっぱりその出してる部分と出さない部分みたいなのは結構厳重に管理をしていたりします、実は。それは意識的にであり、無意識であるにせよね。で、一つはその自分のメンバーシップやってるっていうのが結構大きいね。本当にクローズドで、一番最大定員でも500名でやってるんで、この何千人とか何万人とかで見られるような YouTube よりは、全然その、開示のレベルが違うというか、開示の段階を分けてるって感じ。だからこれは本当にYouTube は僕はそのエンターテインメントというか、全部言ってること冗談ですけど、冗談で話してますけど、でもただそのメンバーシップではちょっとその裏側のテーマだったりとか自分が本当に思っていることを話すっていう感じで2つに分けたりしてますね、段階をね。もっと本当は厳密に言えば深いレイヤーがあるんだけど。はい、徳丸さんにとって生きる目的とは何でしょうか。メンタルヘルスとずれるかもしれませんがって書いてるね。生きる目的とか考え出したらダメ。考え出したらメンタルヘルス悪くなるから。これがね、問題。だからみんなね、その暇になったりするとね、物減らして時間できると、生きる目的とか考え出すんですよ。で、ちょっと分かんなくなったっていうか、ちょっと分かんないやってなって、インドに旅に出たりするんですよ。でもね、そういうところでね、見つからないから、生きる目的なんて。で、一つはね、もう種の保存です、これは。これもう人類の目的は本当に種の保存。だから、自分の子供を残すっていうのがこれ遺伝子レベルで組み込まれているんで、それが、言ってしまえば生きる目的なんだけども、でもそういう状況だけじゃないね、現状が今あるわけで、人間がいろいろ進化したりとか進歩したりしてしまったからこそ、だから深く考えない、生きる目的なんて、今日を生きれればそれでいいじゃないって、今日を楽しんで今この瞬間を生きられればそれでいいじゃないっていう、一瞬なんでそれも、続いて、一生バイトで暮らせるのか、今後日本で正社員の立ち位置は変化していくのでしょうか。これはね、当然変化していくでしょうね。それはAI がこれだけ発達しているからです。当然変化していく。だから正社員がという概念がもしかしたらなくなるかもしれないし。だからその実験をしているのが時丸田中であるということも言えますね。だから僕はその全部今会社とか所属はしてなくて、ただ自分で個人の会社を作って、でそこで代表取締役に就任していると。でそこで役員として活動していると。でそれやりながら自分自身個人としてもこういうふうに YouTube やったりとかポッドキャストやったりしてるわけです。だからそこがもうすでに僕はだから正社員なんですよ。言ってみれば今。自分の会社の正社員なんですよ。でもいわゆるみんなが思ってるようなその普通の会社の正社員ではない状況。これが新しい形だと思います。だから今後ね、そのソロプレーナーだったりとか一人会社を作る人が増えてくると思ってるんですよね。だから僕はちょっとそのね、サンプルじゃないけど、モデルみたいなところをこれからやっていこうっていうか、それをやってるのが、今の活動なのかなって思うんですけど、でその一生バイトで暮らせるかについても暮らせる人はそれはいるでしょうって感じですね。で多分一生バイトで暮らした人もいるんじゃないですか。どういう記録があるのか分かんないですけど、多分そういう文献とか情報とか残ってるんじゃないかなと思いますよ。
がなんかそんなに気にしなくては、なんか結局そのラベルというか、雇用形態の問題に過ぎないんで、なんかその辺はあんまり気にしなくてもいいのかなとは思いますけどね。続いて、これちょっと最後かな。機嫌の良し悪しで部下を振り回してくる上司への、我慢以外の対処方法がありますかってことで、いい質問だね。これはね、ちょっと僕に聞くのが間違いっていうのを言ってますけど、上司をだから機嫌の良し悪しで振り回してやったらいいです、これは。上司が機嫌の良し悪しでこのね部下を振り回してくるわけでしょ。だったらあなたの機嫌の良し悪しで上司を振り回してやってください。はい。俺は今日機嫌悪いんだと。私は今日機嫌悪いのよって。なんかその機嫌の悪さをちょっと同じように。で、何かそしたらお前なんか機嫌の良し悪しでそんなに振り回してどうするんだっていうことを多分言われると思うんですよ。そしたら、いやあなたもですよって。あなたも機嫌の良し悪しで私を振り回してるんですよ。同じことされたら嫌でしょ。やめてくださいって。これ言ってみてください。でも気をつけてね。やめさせられる可能性あるから。で、嫌がらせとかひどくなったりとか、パワハラとかがひどくなったりする可能性もあるんで、すべては真に受けないでください。でも、考え方のメタファーとしては持っといて。これは。一つのメタファーとして、心に持っといてください。向こうが振り回してるんだったらこっちもじゃあ良し悪しで機嫌の良し悪しで振り回してやる上司を。同じ人間なんだからそこをね部下とか上司とかで測ることがね間違いなんだよ。だからそこはちょっと難しいと思いますけど実行するのはちょっと難しいかもしれないけど自分のメンタルのモデルとしてはちょっと裏テーマとして持っといてください。はい。今日ね、ちょっと長くなりましたね。なんかラジオぐらいの時間喋っちゃったんですけど、大丈夫ですかね、これね。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。